正統帝の主基鎮、聖華帝の主謙信、隆慶帝の主宰期この三人は非常に似ており、温厚で寛大で、心の優しい人であり、率先してトラブルを起こすことは好きではありません。その中で、隆慶帝は明代の歴史の中で最も知られていない人物でした。しかし、彼の6年の任期中に、明代で多くの財源を開拓する皇帝でした。彼の統治のパフォーマンスでさえ、明の皇帝の間で、まだ平均を上回っています。そういうわけで、今日は、彼のことを紹介いたします。嘉政45年、1566年の12月、嘉政帝が亡くなり、もともと幽王の主宰期が、皇位につき、年号は隆慶に変わりました。隆慶帝は、嘉政帝の第三男、明代の13番目の皇帝であり、彼は、長男ではないし、また、母親のドコウ妃は、嘉政帝の寵愛も失ったから、父の愛を得ることがほとんどなく、皇太子になることも期待しておらず。実は、彼の長兄の主宰期が生まれてからわずか2ヶ月だけ、病気で亡くなりました。嘉政18年、彼と彼の2番目の兄である宗慶太子主宰学は、同じ日に受封されましたが、宦官は誤って、太子の印鑑、札などを彼の宮殿に送りました。間もなく、宗慶太子も病気になり、死にました。そして彼は、奇跡的に太子の座に座りました。その後、彼の弟の慶応主最新が皇位を争うことを望んだが、彼も嘉政帝が亡くなる1年前に亡くなった。このように、周りに皇位を争奪できる人がすべて死にました。主宰期は、唯一本当に、天から授けた皇帝でした。嘉政帝40年、1561年の2月、16歳になった主宰期が幽王になり、幽王の邸宅に13年間住んだ。これにより、彼は社会生活のあらゆる側面に接触するようになり、明王朝の様々な矛盾と危機、特に元崇の独裁、友綱の大敗、管理の腐敗、北里与南和の問題、人々の苦しみや内憂外患で、彼は王朝の状況についてより心配するようになりました。彼はもともと親王として安心ですが、運命は常に予測不可能であり、二人の兄が次々と亡くなり、それゆえ、彼は諸君となり、最終的に皇帝となった。親王の時期に、彼は普通の庶民や宮殿の人々よりも民間人の苦しみをよりよく理解できました。彼は時代の悪兵を批判して、元崇の乱世や内憂外患の問題をよりよく認識していた。それは彼が皇位に就いた後に彼の行動に大きな影響を及ぼしました。嘉政45年、1566年の年末、嘉政帝は59歳で亡くなりました。この時、嘉政帝は主宰期子の息子だけを残し、29歳の幽王主宰期は、巫女として、彼は皇太子の即位せずに直接皇位につき、皇帝になりました。これは明の史上では珍しいことでした。彼が権力を握った時、様々な矛盾や危機、国内情勢は楽観的ではありませんでした。高器用など努力によって、隆慶帝は、隆慶新政と呼ばれる一連の改革措置を開始しました。前回を申し上げたように、嘉政帝の後期には、練炭術にたくさん大金を費やしたので、国庫が極めて空っぽになった。しかし、嘉政帝が、徐海、李紫雲法、高器用などのいくつかの役に立つ補助大臣は、隆慶帝に残されており、人才は一番貴重な資源です。これらの人々は、隆慶帝によって重用されました。隆慶帝の人生は決して知られていませんでしたが、彼は3つの素晴らしいことをしました。第一に、隆慶帝が政権を握るとすぐに、嘉政帝に信頼された法師である、王金と劉文賓などを逮捕、死刑に処した。
彼は長い間に、奉仕の乱世や、浪費などの悪行を嫌っていたので、一旦権力を握ったら、すぐに、容赦なくこれらの大泥棒を処刑しました。同時に、火星時代に大胆に火星帝を怒らせでも還元した、忠臣、たとえ海髄。劉敬帝は、彼が父を軽蔑した罪で海髄を拘束しなかっただけでなく、逆に彼を釈放し、また、大理事上に昇進させました。言葉で有罪判決を受けたすべての大臣が呼び戻され、亡くなった大臣に賞術金を与え、彼たちの子孫を採用しました。そして、奉仕はことごとく論罪され、以前の道教の儀式はすべて中止され、翌年の伝祖が半額、及び火星43年以前のすべての未納税金が免除された。ついで、火星帝は親孝行の名を勝ち取るため、強行に民党で彼の父親、朱由元にあげる後を祭することも廃止された。第2位に、劉敬帝は上海、李氏雲法、高企業など保身を任用し、長期間に明王朝を困らせた、北李を南和問題を全力的に解決します。元末から明初にかけて、日本の諸大名割拠、お互いを討伐していた。戦争に敗れた諸大名は、武士、商人、浪人などを組織して、中国沿岸部で武装密輸と略奪を働いていた。朱元璋は、沿岸に残る軍閥や海賊による嫌がらせを防ぐため、航海の禁止を命じた。弘武4年1371年、朱元璋の勅令で、沿岸の民は、自ら海に出ることを禁ずとされた。それ以降、海禁が始まりました。永楽帝は、定和の西洋下りを正式に開始したが、それでも民間の航海を禁じたのである。永楽帝の死後、朝貢貿易が縮小し、海禁が徐々に支配されたため、海禁を破って渡航する中国の海商活動が頻繁に起こりました。劉敬元年、1567年劉敬帝は、皇位に就いた後1日、月も経たない2月4日に、彼は軍神に、海禁の解除、海外貿易政策の調整を宣言した。民商の東西両洋の貿易も許可されたが、日本との貿易は禁止。市場で、劉敬化、移管と呼ばれている。民間海外貿易が合法化され、南東部沿岸に民間海外貿易の新時代が到来したのである。明の時代には、より包括的な開国が行われた。貧困問題に直面した劉敬帝は、直ちにその対策を考え、まず軍備、防衛の再編成を行い、次に外国貿易を開始した。劉敬帝は優しく、弱々しく見えるが、実は武力に過度にこだわっていたのだ。即位2日目から、軍の再編成を始め、国境の将兵に出陣を命じ、早期勝利を目指す。次に、沿岸に、経済特区を設け、海上での交易を可能にした。学会な研究によると、絹、磁器、茶、鉄など明の製品は、世界中で人気があり、明の内需に見合う品質のものがない国が多かったで、明の製品の代金を銀で支払うために、結果として明に大量の銀が流入した。1567年、劉敬化、移管から明、長末期の1644年までの70年以上に海外から明朝に流入した銀の総量は約3億3000万テールで当時の世界の銀生産量の3分の1に相当し世界の貿易の3分の2は中国関連であったという。定和の西洋下りに続く明代の対外関係で漢から民への移行を示すもう一つの大きな出来事が劉敬化移管である。第3に、劉敬4年1570年、モンゴル、ダッタン族のリーダーであるアルタンの孫、パカンナギが、お家騒動で明朝へ降伏した。アルタンは、ダッタンの全軍を明の国境に挙げて、パカンナギの返還を要求した。当時の先府大道の総督であった、オウスーコは断固として立ち向かい、大きな戦いが迫っていたのである。
この報告を受けた明朝は内閣大学士の高貴陽と長挙政の計画、手配のもと、使者を派遣してアルタンと交渉し、結局、十数年前から明朝を裏切って、ダッタンに亡命した朝鮮とパカンナギを交換し、事件が平和的に決着させることができた。明とダッタンは、コミュニケーションを通じて、お互いの理解を深め、これを機にダッタンは再び朝貢と市場交換を申し出てきたのである。劉慶帝は、高貴陽と長挙政の提案を採用し、ダッタンとの講和することに合意した。劉慶5年、1570年3月8日、劉慶帝は、モンゴルとの朝貢貿易の実施を命じ、アルタンを準義王として冊封された。同年、国境市場が正式に開設され、各地から商人が殺到し、交易活動が開始された。同時に、五市貿易が開かれたことで、お互いに有無を通じ合います。北方のモンゴル人との対立を緩和し、あそこの漢民族とモンゴル民族の安定する生活環境を作ることができた。これによって、中国とモンゴルの民族の結束が強まった。この劉慶和議によって、200年近く続いた明とモンゴルの敵対関係は終わった。それ以降、明朝末期まで明とモンゴルの間に大きな戦争はほとんどなかった。劉慶か、いかんとそれに続くアルタン朝貢の実施により、明帝国は200年以上ぶりに南北ともに平和的発展環境を獲得しました。しかし、劉慶帝の一番短所が女好み、怠惰であった。彼は高級の妾を頻繁に朝貢しており、大臣たちから、陛下、最近お痩せになられましたが、高級の妾を朝貢しすぎではありませんかと批判の上奏文を届けてきた。彼の怠惰は参照することに現れており、彼は彼の父と同じく朝議に出なかったが、その違いは、嘉靖帝は、朝廷内の大臣の一挙手一投足をよく把握しており、大臣との間の関係をうまくバランスさせ、権力を自分の手に収めていたが、劉慶帝はそうではなく、彼は本当に参照が嫌いだった。かつて、彼は大臣の喧嘩に巻き込まれるのは好まないと明言したことがある。だから、朝議に参加しても一言も発さなかった。劉慶帝は、まだ有王だった頃、女を好みました。彼の父親は、修道や練炭術に専念したが、彼は、女が好き。彼が即位してから、やりたい放題で、唯一の趣味は、女だけ。長い間、セックスに溺れ、媚薬を飲んでいたため、健康状態が悪化していた。劉慶6年1572年の3月、劉慶帝が危篤に陥ったという知らせが、宮中に入った。2ヶ月の療養の後、朝議に戻って、用を足すが、突然めまいを起こし、彼の宮殿に帰った。セックスに溺れる劉慶帝は、6年間の治世を急いで終え、明王朝を9歳だけの息子周翼金に託した。36歳で亡くなった劉慶帝は、病後は、牧草、北京将兵の少領に葬られた。万暦2年、1574年、牧草実録の編纂を主催した長挙政は、ただ亡くなった劉慶帝を、清徳帝以降の皇帝の中で最も慎み深く、寛大で人間味のある人物と高く評価した。彼の前の嘉靖帝は、道教に溺れる日々を過ごして、やや変態的な君主だった。後ろの万暦帝は、極端、遠征で、官僚政治を軽蔑しながら、30年間を過ごした君主でした。だから、静かで寛大で慈悲深い劉慶帝だけが、大臣たちに野望を実現するためのチャンスを与えたのだ。劉慶帝の治世はわずか6年だけであったが、徐海、長挙政、高貴陽、など偉大な人材が集まった時代である。その結果、劉慶の治世はまさに平和と繁栄の時代となった。民衆にも、劉慶帝について、質素倹約に努め、つつましい政治を行ったと評価し、
食費だけで毎年数万テールの銀を節約したと述べているのは良いことだ。しかし、劉敬帝は寛大であっても、厳明が欠如の人物で、在位中、内閣中の権力闘争が激化した。徐海と黄貴陽の闘争は、劉敬元年、1567年に始まった。劉敬帝在位期間が短かったが、積極的に弊害を改める、新しい政策を、実施や民に関心を持つ、彼の統治下で、国は安定し平和になり、経済も豊かになった。明の時代の人々は、彼を支持していたのだ。劉敬帝が人を使う以上は疑わない態度で、彼は手を離して、大臣たちの才能を全力に発揮させますようにした。劉敬と万暦の最初の10年間は、明朝にとって火星より社会が安定し、経済が向上した繁栄の時代となった。移行期の重要な役割を担った。しかし、彼の死因が、それほど名誉なものでなかったかもしれないため、劉敬帝は明史の中で、最も言及されない皇帝であるが、その功績は否定できないものがある。最後までご覧をいただき、誠にありがとうございました。また、次の動画で会いましょう。